なぜ電気は電線で運ばなければならないのかと疑問に思ったことはありませんか？実は岩に熱をため、必要な時に町へ熱と電気を届ける構想があります。日本で初めて商用化を本気で見据えた岩石蓄熱プロジェクトが動き出しました。なぜ電気ではなく岩に溜めるのか。背景には春や秋に増える再エネの出力抑制や工場の蒸気需要の変動があります。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんの街でどんな使い道が広がるのか一緒に探ってみましょう。再生可能エネルギー、例えば太陽光発電が広がることで昼間に使い切れない電気が多く発生するようになっています。その一方で夜や季節を問わず工場や施設では常に熱が必要とされています。この電気が余る時間と熱が必要な時間のズレがあると昼間に発電したエネルギーは使い切れず、出力を抑制するために発電停止を余儀なくされる場合があります。一方、熱が必要な夜間や季節には追加でガスや重油などの化石燃料を燃やすことになり、コスト増や CO2 排出量の増加につながってしまいます。余った電気をそのまま蓄えればいいのではという疑問もあるかもしれませんが、電気を大量に蓄えるには同規模な蓄電池が必要です。現時点では蓄電池による余剰電力の全量貯蔵にはコストや設置スペース、寿命といった課題が多く、実用化にはまだハードルが高い状況です。そのため電気を熱に変えて長時間蓄え、必要な時に取り出せる仕組みが求められてきたのです。こうした背景を受けて国内でも2022年に東芝エネルギーシステムズが中部電力や丸紅と連携し、横浜の試験設備で約 500kWh 規模の技術検証を開始しました。検証しているのは岩石を詰めた蓄熱層を電気ヒーターで加熱し、高温の空気を循環させて熱を出し入れするというシンプルな仕組みです。700度級までの高温蓄熱に対応し、オイラーの燃料を電気で置き換える道筋が見えてきました。さらに2024年には工場に熱容量約 10MWh 級の設備を設置し、2026年度に実証を行う計画がまとまりました。工場内の電力で充電し、蓄えた熱は蒸気としてプロセスに利用したり、必要に応じて発電に回したりする予定です。この実証の規模は家庭約880世帯の1日分に相当し、商用化に向けた実用的な取り組みと言えるでしょう。2025年3月には数十メガワットアワー級の設備導入に向けた枠組みが整い、2027年度から順次機器製作を進め、2029年度までの導入を目指しています。もし皆さんの地域で余った電気を熱として蓄え、学校や病院の給湯や空調に活用できる仕組みがあれば、どのように感じるでしょうか。電気料金の変動リスクを和らげる備えとしても期待できそうですね。岩石蓄熱とはどのような技術なのでしょうか。ここからは岩石蓄熱の基本的な仕組みや特徴、注目すべきポイントについて整理していきましょう。岩石蓄熱とは、採石や天然の岩石を熱をためるタンクとして使う技術です。例えば、昼間に余った再生可能エネルギーの電気で岩石を高温に加熱し、その熱を夜や必要な時に取り出して、蒸気や温水、発電などに利用します。岩石は安くて手に入りやすく、数百度の高温にも耐えられるため、大量のエネルギーを安全かつ低コストで長時間貯めておくことができるのです。電気をそのまま貯める蓄電池とは違い、熱としてエネルギーを貯蔵、活用するのが特徴ですね。それでは、岩石蓄熱の装置はどのような構造なのでしょうか。岩石蓄熱の装置は、
構造がとてもシンプルです。この岩石を電気ヒーターで温めることで、岩の中に熱を溜めることができます。充電するときは、送風機で熱い空気を岩石の間に送り込み、岩にしっかりと熱を移します。逆に使いたいときには、その熱い空気を取り出し、熱交換器という装置を通して蒸気や温水を作り出します。岩石蓄熱の効率についても気になるポイントですよね。デンマーク工科大学の研究報告では、電気ヒーターで岩石を加熱し、熱として取り出す場合の中放熱効率は、おおむね約69から96%の範囲で、熱として直接利用する用途では90%超の報告もあります。一方で、電気から熱、熱から電気の往復では、蒸気タービンなどの発電効率が乗るため、総合効率は大きく低下します。ただし、実際の効率は、運転温度や断熱性能、熱交換器の設計によって変動します。例えば、700度程度の高温で運転する場合、断熱による熱の損失が大きくなりやすく、効率が若干低下する傾向にあります。一方、150から300度程度の中温帯では、断熱や熱交換の工夫によって90%近い効率を維持できる場合もあります。岩石蓄熱は、熱として直接使う用途で、最も高い効率と経済性を発揮します。リチウムイオン電池が電気をそのまま貯める仕組みである一方で、岩石蓄熱は安いコストでたくさんの熱エネルギーを高温のまま長時間貯めておけるのが大きな強みです。特に、貯めた熱をそのまま蒸気や温水として使い切る場合は、蓄熱材がほとんど劣化せず、長く安全に使えると評価されています。また、保守や寿命の面で、岩石蓄熱は電池のように容量劣化で早期に性能が落ちにくい特徴が現場で好まれています。蓄熱材は必要に応じて交換でき、送風機や電気ヒーターといった主要な機器は、既存の保守体制や一般的な部品で対応可能です。さらに、運転停止時の安全対策も設計しやすく、都市部での設備認可や法規制への適合性も高い構成となっています。岩石蓄熱は熱として直接使う用途で高い効率と経済性を発揮してきましたが、実際の運用現場ではエネルギーマネジメントとコスト管理が密接に絡み合ってきました。例えば、太陽光発電の出力が高まった昼間に余剰電力を使い蓄熱層へ充電し、工場の生産スケジュールや電気料金の変動に合わせて高熱のタイミングを調整したことで、エネルギーの有効活用とコスト削減の両立を実現した事例もあります。このようなエネルギーマネジメントを実践した結果、ボイラー用のガスや重油の消費を抑えたり、電気料金が安い時間帯に熱を貯めて、高い時間帯の使用を減らしたりと、燃料費や電気代の削減につながってきました。岩石蓄熱を導入した事例では、燃料や電気の価格が変動した際にも、熱としてエネルギーを蓄えておけることで、工場や施設の運転安定化やコストリスクの低減に寄与したと報告されています。技術開発の進み方も段階的で、2022年には試験設備、2024年には10メガワットアワー級の実証、2025年にはさらに大きな数十メガワットアワー級の協定と、少しずつ規模を大きくしてきました。環境省の事業に選ばれたり、自治体と協力したりと、研究から実際の社会で使う段階へと着実に進んでいます。日本の関連企業。今回は岩石蓄熱の商用化を目指す日本の企業を3社ご紹介します。中部電力、証券コード9502。中部電力は中部地域を主な供給エリアとする総合エネルギー企業です。発電、送配電、小売りの分社化後も再エネ拡大や需要がサービスを軸に事業を多角化しています。同社は岩石蓄熱技術の商用化に向けて国内で先行的な取り組みを進めています。2024年には東芝 S、中部電力、新東海製紙、
島田市の4社が新東海製紙の島田工場に熱容量約10メガワットアワー級の設備を設置し、2026年度に実証試験を行う協定を締結しました。この設備は昼間の余剰電力を使って岩石を最大700度級の高温に加熱し、蓄えた熱を夜間や必要なタイミングで長期として工場プロセスに供給する仕組みです。この規模は一般家庭約880世帯の1日分の電力使用量に相当します。さらに2025年には愛知県岡崎市と連携し、数十メガワットアワー級の大規模な岩石蓄熱設備の導入協定を締結しました。このプロジェクトでは地域の再生可能エネルギーの有効活用や工場・公共施設の熱需要の安定化を目指しています。中部電力は自社の電力系統データや需要化ネットワークを生かし、電気と熱の一体運用モデルを構築することで需給調整力の強化や脱炭素サービスの拡大を図っています。今後は2026年度の実証運転を経て、2027年度以降に順次設備の製作・導入を進め、2029年度までの本格運用を目指す計画です。自社の保有する電力系統データを活用した最適な設計や、地域の新電力会社との協業体制に強みを持っています。こうした電力と熱を一体的に運用するモデルの構築が新たな収益源として期待されています。丸紅、証券コード8002。丸紅は大手総合商社で、発電事業やエネルギーソリューションを世界各地で展開しています。再生可能エネルギーの開発・運用に加え、省エネやデジタル電力サービスも手掛け、資源からサービスまで一貫した事業統合が特徴です。当社は東芝エネルギーシステムズや中部電力と連携し、初期の技術開発や実証プロジェクトに参画してきました。2022年には約 500kWh 試験設備フェーズに参画し、産業用熱供給の新たなモデル作りを支援しています。当社の強みは、総合商社としての幅広い事業ネットワークと、発電、省エネ、エネルギーサービスを一体で提供できる点にあります。岩石蓄熱プロジェクトでは、設備の EPC や機器の販売だけでなく、溜めた熱を工場や施設に長期間安定して届けるサービスや、エネルギーサービス会社としての長期契約も検討しています。これにより、工場や施設の省エネ投資を後押しし、顧客の脱炭素化やコスト削減に貢献しています。また、丸紅は海外のレンガ蓄熱や砂蓄熱との比較調達も進めており、最適な技術選定やコスト競争力の確保に努めています。今後は国内外の産業顧客向けに岩石蓄熱を組み込んだ熱供給サービスの拡大や電力・熱の最適運用契約の提案が期待されます。東芝エネルギーシステムズ未上場。東芝エネルギーシステムズは東芝グループのエネルギー事業会社です。火力、水素、総変電、分散電源など幅広い分野を手掛け、事象から社会実装までの橋渡しを担う体制を整えています。同社は長年にわたり火力発電や産業用熱供給の分野で培った高温材料や熱解析の知見を生かし、岩石蓄熱装置の設計・開発を主導しています。2022年に 500kWh 規模の試験設備で基礎データを蓄積し、2024年には中部電力含む4社とともに島田工場の10メガワットアワー級実証に向けた協定を締結しました。当社の強みは発電、総変電、分散電源まで一貫したエネルギーシステムの構築力にあります。岩石蓄熱プロジェクトでは蓄熱層の材料選定や熱交換器の設計、システム全体のエネルギーマネジメントを担い、実証から商用化への橋渡しを進めています。また、自治体や産業顧客と連携し、用途ごとの最適容量設計や既存設備とのハイブリッド運用にも積極的に取り組んでいます。今後は
数十メガワットアワー級の大型案件や自治体の地域熱供給プロジェクトへの展開が期待されています。同社は機器販売だけでなく制御ソフトや最適運用サービスの外販も視野に入れており、将来の収益化では機器販売に加え制御ソフトや最適運用のサービス化で継続収入を確保できるかが鍵となります。継続的な収益モデルの構築を目指している点も特徴です。いかがでしたか？岩石蓄熱という一見シンプルな技術が都市や工場のエネルギー利用のあり方を着実に変えつつあります。2024年の10メガワットアワー級実証から2025年以降の数十メガワットアワー級導入計画へと、日本国内でも着実にステップアップが進んでいます。電気と熱の需給ギャップを埋める現実的な選択肢として今後の展開に注目が集まります。今後は用途ごとの実績データやコスト低減の進み具合、蒸気圧力や稼働率に応じた最適容量の設計、自治体との地域熱連携など具体的な成果が問われる段階に入ります。皆さんの企業や自治体でも自社の熱需要カーブや電力調達のタイミングを見直すことで岩石蓄熱の導入余地が見えてくるかもしれません。岩石蓄熱技術は今まさに実証から商用化へと歩みを進めています。今後技術の進化やコスト低減、自治体企業との新たな連携がどのように広がっていくのか非常に楽しみですね。これからの展開によって都市や産業のエネルギー利用がどのように変わっていくのか引き続き注目していきましょう。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。